はい、どうもです。今回はですね、こちら二条サバっていう食材ですね。ということで、まずは捕獲映像からご覧ください。今日は珍しい魚と遭遇しました。マサルが見つめる海面の先にはとある魚が2匹。見えましたね。二条サバがつがいで泳いでいます。とここで海面でしばらく二条サバを待ってみたんですけども、一向にやってくる様子がなかったので作戦を変えることにしました。海底に潜ることにしました。潜行開始。というのも多くの魚は海底に落ちていくものに対して興味を示すんですよ。食料が枯渇した海の中では魚の死体をいち早く見つけ食べた個体が生存に有利になります。ちなみに二条サバにそういう性質があるのかは知りませんが、とりあえずこの作戦でいっています。海底でひたすら待機していきます。まさかの近づいてきました。これはチャンス。ただなかなか射程に入ってきません。あとは我慢比べ。マサルの息が持つかですね。と、ここで大チャンスが来ました。しっかりと狙いを定めていきます。ヒット。これね、自分でもよく当たったなと思いましたよ。かなり遠くでしたからね。で、こういう回遊魚をつくともう一匹の魚が寄ってきます。もし2人で行ってれば回遊魚がね、簡単に2匹つけます。はい、こちらが二条サバ。マサルが今まで食べた魚の中で一番まずいと言い続けている魚になります。4年ぶりに遭遇しました。それでは陸に戻って調理していきましょう。はい、ということで、マサルチャンネル初登場の二条サバなんですけど、サバってね、いうね、美味しそうな名前がついてるこちらの魚なんですけども、俺の中でワースト3ぐらいにまずい魚です。4年前にね、1回だけ食べたことあるんですけど、その時はね、どう調理してもまずかった。今日はですね、なんとかこいつを美味しく食べる調理方法を見つけていきたいと思っております。沖永良部島で4年ぶりに会いましたからね、なかなか出会えない魚ですし、早速観察していきましょうか。見た目の通りよく出回ってるマサバとかゴマサバに顔は似てるんですけど、若干種類は離れてます。これは僕の完全な偏見なんですけど、魚って大体ここにね、側線っていう線が走ってるんですけど、ちょっと他の魚用意しようか。分かりづらいね。じゃあたまたま冷蔵庫に笛台が入ってたんで、笛台で見ていきましょう。ここが側線です。大体背骨のラインに沿って側線っていうのが入ってるんですけど、見てください、二条サバ。もうぐにゃぐにゃなんですよ。これが側線ですからね。こんなぐにゃぐにゃ曲がってこうやっていってる。大体これ側線がぐちゃぐちゃの魚はまずいです。ちなみにあと側線がぐちゃぐちゃなので言えば磯マグロとかね。磯マグロもそんな美味しくはないからね。そんな最悪なプレゼンしておりますが、この魚はね、びっくりするぐらい足が速いです。もうほんとすぐね、身がぐちゃぐちゃになっちゃうんで、早くさばいていきましょう。ということで、早速さばいていきましょう。でもちょっと楽しみだな、二条サバ。4年ぶり。さっき磯マグロをディスったんですけど、磯マグロは調理の仕方次第ではそれなりに食える味にはなる。ただ二条サバはね、かなり厄介者です。めちゃくちゃ美味しそうなんですけどね、見た目は。ちなみに皆さん、サバの刺身食べたことありますか？バチクソうまいです。アニサキスに当たる可能性があるんですけども、バチクソうまいです。イカシで持ってきてあって、締めたてがね、やっぱうまい。キンキンに冷やされてるやつね。あれはね、本当に最高。沖永良部のね、浅瀬にいる魚あんまりアニサキスいませんから、これ刺身で食べれますよ。よし、鱗取れたね。じゃあお腹の中見ていきましょう。こいつ海の中でイチャついてたんで、卵か白子が入ってるはずです。お、正解じゃないですか。おお、めっちゃ出てきた。すごい卵。絶対卵美味しいよ。うわ、いいね。今ね、多分これを見て、あんなデート中だったのにこいつが疲れてね、もう一匹がさ近寄ってきてたのをね思い出して、皆さん感傷に浸ってる人多いと思うんですけど、これ実は僕も驚いたんですけど、あれって心配して寄ってきてるんじゃなくて、もう一匹が大暴れして何か魚を追ってると思って、自分も食べたいって思って寄ってきてるらしいですよ。もしかしたら愛があるのかもしれませんがね。はい、ということでね、こちらの卵は美味しくいただきましょう。
じゃあ頭を落としていきましょう。なんか顔がないとサワラとかにすごい似てますね。血合いを落としていきます。はい、そしたらきれいにしていきましょう。でこれおそらくね、大名おろしでいけると思います。あ、意外と難しかった。思ったより骨がデコボコしてました。大名おろしダメです、皆さん。ちなみに大名おろしは普通のおろし方より骨に身が残ります。まあもったいない贅沢なおろし方というところから大名おろしと来ております。冷蔵技術がない時代の魚はかなりの嗜好品だったことが想像できますね。じゃあ反対側も行きましょう。そう、魚によってね、やっぱ骨の形が全然違うんで、大名おろしできる魚は少ないんですよね。はい、それでは3枚におろし終わったんですけども、なんかね、意外と前食べた二条サバよりだいぶコンディションいい。これ普通に美味しいかもな、もしかしたら。想像以上にコンディションいいんで、今回こちら焼き霜とガーリック炒め、こちら2品でいきましょう。じゃあまず腹骨落としていきます。そう、前回ね、本当に身が水っぽくてべっちゃべちゃだったんですよ。匂いもすごいし、今のところ匂いは特にないです。ハラミはまあかなり薄いんで切っちゃいましょう。普通に美味しい可能性まで出てきた。ごめん、今までずっとまずいって言っててまだわかんないけど、これね、血合い骨がね結構奥まで入ってます。ここら辺まで入ってる。普通ね、魚ってこんぐらいまでしか入ってないんですけどね。普通にサバっぽい感じしますよね。じゃあこんぐらい焼き霜にしていきましょう。結構ね、触って切った感じ、思いのほど皮硬そうです。なんで皮にね、飾り包丁入れておきましょう。薄くね。これあるかないかで、食感全然変わってきますからね。飾り包丁入れないと炙った時にね、丸まります。で、炙る前にですね、ちょっと塩を当てます。若干水っぽそうな魚なんで水分を抜いていきます。これでまあ大体5分ぐらい置いていきましょう。はい、じゃあまあ言うてる間にですね、水分がね、表面に出てきました。これ分かりますかね。これで余分な臭みと一緒に水分が出て、水分が抜けた分で旨味も凝縮されますから、なんか普通にうまそうに見えてきたな。はい、そしたらこちら炙っていきましょう。くっそ、せっかく切れメーターに曲がってるよ。悔しいな。じゃあこれも冷蔵庫で冷まして後で刺身と一緒に切りましょうね。そしたらガーリック炒め作っていきましょう。また腹骨を落としていきます。まあ、こんなもんかな。じゃあ骨を抜いていきましょう。この魚ね、骨が多い。ブダイなんて血合い骨6本ぐらいしか入ってないのに硬えし。はい、それでは切っていきましょう。こんなもんかな。見た目はマジサバなんだけどね、めっちゃ綺麗じゃない？じゃあ今日はこの3つ分をガーリックバターで焼いていきましょう。じゃあまず下味としまして、こちら塩コショウをかけていきます。塩コショウ。はい、そしたら水分を取って薄力粉をかけていきましょう。なんか本当にまずい魚の代名詞だったのに普通に美味しそうなんだけど、しかも卵が入ってる状態って卵に栄養がいっちゃってるんで身が美味しくないことが多いんですけど、そんなにね身の栄養がなくなってる感じもしない。はい、そしたらもうこの賞味期限ギリギリのニンニクを使っていきましょう。はい、そしたらスライスしていきます。よし、 OK でバターも使いましょう。こんなもんでいいでしょう。 OK セットで、ここにニンニク、唐辛子、そしたらここに
ドン、二条サバ入れていきましょう。これはうまいんじゃないか。どうなんやろうな。そしたら火が入るように蓋をします。やばい、みんなしめじ入れるの忘れてた。さすがに綺麗な入れておきましょう。いい感じですね。はい、それではラストね、刺身切っていきましょう。見た目全然いいな。普通の刺身もいってみましょう。皮がね、かなり引きづらそうなイメージ。うわ、ちょっとむずそうだ。おっとむずっ。感じろ、皮と身の隙間を。まあまあいけた気がする。うん。でこっち側に関してはちょっと薄く引いていきますか。薄くね。身が柔らかいわ。よし、完成です。はい、それでは完成しました。いただきます。じゃあまずはですね、ガーリック炒めからいただいてみましょう。どうやろうな、これ結構ずっと俺の中で一番美味しくない魚だったんでね、ちょっと怖い。いただきます。これは普通です。皮はねすごい旨味あって美味しいかも。ただ身に関しては魚の味も薄いし、食感もね若干パサついてて、まあ普通ですね。でも思ったより、前食べた時より全然食べれる。あんま魚食べない人に出したら普通に美味しいっていうレベルだと思う。じゃあ刺身いってみましょう。これはあんま美味しくないわ。魚の刺身界で言うんだったら下の上ぐらいですね。臭みとかは全然ないけど味がない。皮がさっき美味しかったんで、この焼き霜に関してはちょっと期待してます。いただきます。ごめん、やっぱそんな美味しくないわ。刺身もそうだけど、なんかね後味独特の臭みがあるんですね。食感はいいんですけど、味もそんなにかなって感じ。ただ4年前に食べた衝撃的なまずさと比べると全然普通ですね。正直魚としては下の中から上ぐらいですね。はい、それではごちそうさまでした。いやー、今回二条サバリベンジしてみたんですけども、そんなにレベルの高い魚ではないのかなと思ったんですけど、刺身の食感はね結構いいんで、味の濃い料理にすればいい感じになりそうな気がします。もし釣れてしまったら、カルパッチョとか漬け丼とかその辺の味の濃い料理にね、味でちょっとごまかせる料理にしたらいいんじゃないでしょうか。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは。